服部半蔵という名前は今も忍者の代名詞のように語られています。もし服部半蔵がいなければ徳川家康は天下を取れなかったかもしれません。闇の中で家康を支え続けた男、その話を聞いていきます。服部半蔵、戦国時代の中でも特に謎めいた存在として語られる男。そう聞くと黒装束で闇をかける姿を想像する人も多い。だが実際の半蔵はもっと現実的な戦の中を生きていた。火薬や手裏剣だけではない。情報、移動、奇襲、そして生き残ること、それが半蔵たちに求められていた役目だった。服部半蔵は伊賀者を率いた人物として知られている。だが最初から特別な英雄だったわけではない。三河の地で生まれ、幼い頃から戦乱の空気の中にいた。夜になっても遠くで火が上がる。人々が安心して眠れる時代ではなかった。子供であっても命の重さを早くから知ることになる。半蔵もまたそんな空気の中で育っていった。父もまた徳川家に仕える武士だったと言われている。その背中を見ながら半蔵は静かに成長していく。だが当時の戦国時代では生き延びること自体が難しかった。強い者が残る、ただそれだけの時代だった。半蔵は若い頃から身体能力に優れていたともされる。足が速く夜道にも強かったという話も残る。だが本当に恐れられていたのは冷静さだった。周囲が混乱していても半蔵は静かだったと言われている。戦場では一瞬の判断が命を分ける。だからこそ感情だけで動く者は長く生き残れなかった。半蔵はその空気を理解していたのかもしれない。やがて家康に仕えるようになるとその名は広がり始める。当時の家康はまだ天下人ではなかった。敗北も逃亡も経験しながら生き延びていた。常に周囲を警戒し裏切りを恐れていた時代、その家康を支えた存在の一人が服部半蔵だった。半蔵は表に立つ武将ではない。だが裏で動き人をつなぎ情報を集めていく。派手さはない。それでも家康は半蔵を深く信頼していたと言われている。戦国時代では信頼そのものが貴重だった。昨日の味方が今日には敵になることも珍しくない。そんな時代の中で家康は半蔵を頼り続けた。半蔵には鬼半蔵という異名がある。若い頃槍を持って敵陣へ突っ込んだ。その姿は鬼のようだったとも語られている。だが本人は必要以上に自分を語らなかった。功績を誇るより次の動きを考えていたのかもしれない。そんな半蔵に大きな転機が訪れる。本能寺の変。織田信長が倒れ日本全体が混乱した事件だった。その時家康は堺の地にいた。周囲には敵が多く命の危険が迫っていた。家臣たちの間にも重い緊張が広がっていたという。このままでは生きて戻れない、そんな空気が漂っていた。だが半蔵はそこで冷静に動き始める。伊賀の者たちを集め安全な道を探していった。山を越え人目を避けながら進んでいく。夜道では草木の揺れる音だけで周囲を警戒していたとも言われている。家康自身も強い緊張の中にいたはずだった。天下人候補だった男が命からがら逃げている。その状況はあまりにも危険だった。だが半蔵は一歩も乱れなかった。道案内だけではない。
敵の動きを探り、追っ手を避け、人々を動かしていく。まるで闇の中を読むような動きだったとも語られている。その姿を見た家臣たちは半蔵へ強い信頼を抱いた。やがて夜が明け始める。張り詰めていた空気の中で家康たちは進み続けていた。足音を立てないよう静かに参道を歩いていく。誰も大きな声を出さない。その沈黙が状況の危険さを物語っていた。そして家康は無事に三河へ戻ることに成功する。この時の伊賀越えは服部半蔵のおかげだった。もし半蔵がいなければ徳川家の歴史は大きく変わっていた可能性もある。だが半蔵自身は表舞台へ出ようとはしなかった。半蔵の名は闇の中で静かに広がっていく。夜道を歩く者たちはその存在を恐れていた。名を残すより役目を果たすことを優先した男。ここまで聞くと服部半蔵は忍者ではなく武将に近かったのかもしれません。もし本能寺の変の後半蔵がいなかったら家康は生きていたのでしょうか。後半では半蔵が伝説として語られていく姿を聞いていきます。本能寺の変の後、日本の空気は大きく変わっていった。織田信長を失ったことで各地の武将たちが動き始める。家康もまた生き残るための判断を迫られていた。三河へ戻った家康はすぐに次の戦へ備えていく。半蔵もまたそのそばで静かに動き続けていた。戦乱は終わっていない。むしろここからさらに激しくなっていく。やがて勢力を大きく伸ばしていったのが羽柴秀吉だった。信長亡き後、一気に力を広げていく。武将たちはそれぞれ生き残る道を探していた。昨日の味方が今日には敵になる。そんな空気がまだ日本中に残っていた。半蔵たちもまた各地の情報を探っていたと言われている。誰が動くのか、誰が裏切るのか、そうした情報一つで命運が変わる時代だった。半蔵は表へ出ることは少ない。だが裏では静かに動き続けていた。家康の周囲では常に強い警戒が続いていたという。夜になっても完全に気を抜くことはできなかった。半蔵たちは城の周囲を静かに見回っていた。月明かりの中で足音だけが小さく響く。そんな夜が何度も続いていたのかもしれない。やがて家康と秀吉は緊張関係を強めていく。小牧長久手の戦い。家康と秀吉が正面からぶつかった大きな戦だった。表では武将たちが戦っている。だが裏では情報戦も激しく続いていた。どこに兵がいるのか、誰が動こうとしているのか、半蔵たちはその情報を集め続けていた。派手な武功ではない。だが戦国時代ではそれが大きな力になっていた。家康もまた半蔵を頼り続けていたと言われている。命を預けられる存在、それが服部半蔵だったのかもしれない。やがて秀吉は天下統一へ近づいていく。家康もまた大きな決断を迫られることになる。慣れ親しんだ土地を離れ東の地へ向かうことになった。半蔵もまたその移動に従っていた。新しい土地、新しい城。だが戦乱の空気はまだ完全には消えていなかった。半蔵たちは引き続き家康を守り続けていく。夜の見回りでは物音一つにも神経を尖らせていたという。月明かりだけが静かに地面を照らしていた。その頃には
半蔵の名を恐れる者も少なくなかった。得体の知れない存在、それが服部半蔵だった。だが本人は必要以上に名声を求めなかった。派手な武将のように自ら前へ出ることも少なかった。家康の近くにはいつも半蔵の姿があったと言われている。将軍になる男を守りながら自分は影へ残り続けていた。それこそが半蔵の生き方だったのかもしれない。やがて半蔵は45歳でこの世を去る。戦乱の時代を生き続けた男の最後だった。数年後、秀吉が死去すると日本の空気は再び揺れ始める。徳川家康は天下をめぐって大きく動いていく。そして時代は関ヶ原の戦いへ向かい、そして家康が天下を取る。その景色を半蔵は見ていない。だが半蔵が支えた時間は確かにその先へつながっていく。半蔵の死後もその名が消えることはなかった。後の時代、人々は半蔵を伝説として語り始める。壁を走った、姿を消した、超人的な術を使った、そんな話も数多く残されていった。だが実際の半蔵はもっと静かな人物だったのかもしれない。表へ出ず裏で支え続けた男、服部半蔵。その名は今も伝説として語り継がれている。今でも東京には半蔵門という名前が残されている。多くの人々がその場所を毎日通り過ぎていく。だがそこに戦国の影が残っていることを意識する人は少ない。家康にとって半蔵は最後まで失いたくない存在だったのかもしれない。闇の中を生きた男、服部半蔵。家康も天下を取った姿をきっと見てほしかっただろう。服部半蔵という人物は派手な英雄というより静かな影だったのかもしれません。だがその影が徳川家康という存在を支え続けた。もしその影がいなければ今の時代も変わっていたかもしれません。秀吉の死の前に亡くなっていたのは私も知りませんでした。今も残る半蔵門という名前が戦国の空気を静かに伝えています。また次回の主役でお会いしましょう。